とすごいこういうぎこちない打ち方になりやすい。たまに言いますね。そうやって打つようになりました。こうした方が高い打点でボールを打ちやすい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はやすん。はい。フォア打ち。大打ち、わかりました。ちょっとぜひやすんのもう最近なんか基本打法はい。教えてください。ね、了解しました。はい。じゃあまずですね、はい、スタンスの広さなんですけど、スタンスは、肩幅より広い方がいいです。はい。これドライブの時もお伝えしたんですけど、僕結構広ければ広い方がいいんじゃないかなと思ってるぐらい安定する。ただ広すぎるとフットワークがしにくくなっちゃう。なので動ける範囲でしっかり広げてもらえれば落ち着くのかな。これって身長によっても違うんで。そうですね。はい、やっぱ身長高い人ってね、その分広げないと姿勢高くなっちゃうので、はい。じゃあそこは微調整？微調整、身長の高さによってっていうことなんですね。じゃあ低い方はちょっと狭い。広いけど肩幅よりは広いけど狭め。はい。で、スタンスについてもう一個が、結構ね、左足を前に出すとかそうですね、言うんですけど、僕はもう今は平行でいいんじゃないかなと。もうどんどん時代変わってきましたすごい、思っています。なんなら右足前で教える方もいるって聞いたことあるので、そうですね、確かに。なんで平行がちょうどいいバランスになるんじゃないかなって思ってます。次ラケット角度なんですけど、ラケット角度は垂直よりもちょいかぶせぐらい、で、これもラバーとかラケットによっても違うし、正直もう完全初心者で技術がなかったら多分ちょっとかぶせてもうまくいかない場合とかもあると思うんですよ。だって落ちる時ある。スイング下手だったらこうやって落ちちゃうんで。でも本来はちょいかぶせでも相手のコートにこうやって落ちずに飛んでいくはずなので、できればちょいかぶせで練習しましょう。はい。それはちゃんとできないとダメですよっていうところを覚えておいてください。で、ラバーが表とかだったらね、そもそも垂直に起こした方がいいし、この辺は道具によって変わってくるポイントなのかなと思います。で、この時に、ラケットを持つ時に手首を必ず下げないようにする。これはもう NG です。こう手首がこうカクってなってる。下に落ちちゃってる。はい、これは良くないです。これでやるとすごいこういうぎこちない打ち方になりやすい。たまに言いますね。はい。基本はここをまっすぐするとちょっとヘッドが気持ち上がった状態になりますね。ラケットヘッドが現代的だ。こうならない。こうする。はい、この状態で打ちましょう。そうやって打つようになりました。こうした方が高い打点でボールを打ちやすい。こうするとどうしてもこう引きつける形になって上に振りにくくなって、軽くヘッドを上げた状態でボールを打ちやすい。こうするとどうしてもこう引きつける形になって上に振りにくくなって、軽くヘッドを上げた状態でフォア打ちをしてあげる。ここはすごく大事なポイントですね。これをすることでやっぱり球を跳ね返しやすくなって綺麗にラリーしやすくなるので覚えておいてください。はい。次、打つポイントなんですけれど、体の斜め前ですね。ここはちょっとずつ人によって結構前がね、好みな人とか近い人が、好きな人とかいるんですけど、僕の考えでは肘を必ず体より前に置いておく。この肘の位置ですね。肘。はい。ここにこうちょっと隙間あるじゃないですか。ありますね。これか。はい。これをたまにひっつけちゃってる方がいるんですよ。なるほど。これはそう窮屈だな。近すぎて窮屈なので、肘は体より前にあった方がいい。これの理由なんですけど、ゆったり打てる、自由に腕も動かせるっていうのはあるんですけれど、切り返しもしやすくなります。こっちも？はい。ここに腕があるとバックに手が出ないんですよ。
それがここに肘があると自由にこういう動きがしやすいので、まあ全体の技術の連動性もフォアを打つっていう意味でもここに隙間が欲しいなと。ああ、なるほど。きっちりこう固めてフォーム作ろうっていうよりか、そうですね。ちょっと隙間空けましょう。はい。実際フォア打つときって絶対肘も一緒にこうやって動かなきゃいけないんで、ここにぴっちりくっつける感じだと肘絶対動いてくれないので、はい。こういうイメージでちょっと隙間を空けてあげる。はい。ちょっといっぱいやってもいいですか。肘。めちゃめちゃいきます。腕入ります。ああ、ごめんなさい。おお、いいですね。ちゃんと体の斜め前というかはい、取られてますね。ということですね。はい。はい。でスイングなんですけれども、スイングするときに一番大事なのは体重移動を考えないということですね。体重移動を考えない。結構僕も右から左で習ったんですよ。で冷静に考えて昔だ。じゃあ右から左にフォーしますよ。じゃあお願いします。体めっちゃ揺れるんですよ。すごい揺れてる。右から左やると、なんでなんか違うなと思って、上手い人の見てたら別に体重移動してるようにあんまり見えなくて、どっちかっていうと大事なのは股関節がこう吐いて出て、吐いて出て、でこれができると膝もぐりぐりこう膝ですね、膝もこうぐりぐり動いてで、上手い人で絶対膝動くんですよ、フォーするときで。股関節が入ったってことは腰も回ってますよね、腰回そうと思わなくても腰勝手に動いてる状態だ。僕もよく腰回して打ちましょう、腰回して打ちましょうって言ってきたし、今も多分言うんですけれど表現としては実際のところ股関節の、入る出る入る出るが一番のポイントなのかなと。そこにもうラケットを引くことをやめて、股関節が入ればもうこれだけバックスイング動いてくれてるラケットが状況なので、もうこれに身を任せればラケットは引けるし、打つタイミングもポンと打てるのかなと思います。でその時にさすがに出す方はこうスイングがちっちゃくなりすぎちゃうので、ちょっとだけを顔の前に持ってくるぐらいのイメージ。この時に肘が自由に動かないと持ってこれない、ここについてたらどうやって持ってくるのみたいな、結構これ多いんですよ。なんで引く時はラケット使わずに振る時だけおでこの方に持ってくるぐらいのつもりでやってもらったら、もうそれで綺麗に打てるのかな。いろいろと連動してるんですね。そう。あ、うそ。どうでしょう。いいですね。綺麗な方で。体の斜め前で股関節入れたり出したりしながら、体の状態もいいですね。安定してる。別に腕を引いてる感覚は僕にも一切なしです。いい。打ち方なんですけど、あと細かいポイントを補足していくんだったら、できるだけインパクトは肘より下にならないようにしましょう、ラケット。身長高い方はね、ものすごく高い方はどうしようもないケースが多いんですけど、トップの選手見てると結構身長高い方でも体を落として肘とラケットの高さ大体同じぐらいで打ってるなと思います。これが肘より下にラケットがあるとなんかこんな感じになっちゃうんで、やっぱあんま強くない方になっちゃいますよ。じゃあそれだけ大事ですよね。大事です。
でもう1個がバウンドしてから頂点までの間で打ちましょう。これ引きつけちゃう。はい、引きつけると詰まりやすくなってしまうのと、頂点を過ぎたところってちょっとやってみますね。お願いします。球が飛びにくい。さっきと同じぐらいの力加減でやってるんですけど、球が飛びにくいです。逆に落ちたばっかりのところっていうのは勝手に相手のコートに帰っていくので、このリズムですね、気持ちいいリズムでラリーをするためにはボールの上昇期をこうやって掴んでもらった方が、気持ちいいリズムにこうなっていくのかなと。これがなんか気持ちよくないですよね。確かに。これフォア打ちの練習なのかなみたいな。それフォア打ちじゃないのね。そのうちやっぱこのボールの上昇期を捉えてあげた方が気持ちいいリズムの練習になるので、ラリーも続けやすいのかなと思います。で、完全な初心者って今みたいに気持ちいいリズムで絶対ラリーができないんですよ。すごいね。なんでもうゆっくりやるしかないんですけど、その時のリズムの取り方なんですけど、僕は基本引く時に1、打つ時に2でリズムを取りながら1、2、そう相手をさせてもらうことが非常に多いです。はい、特に、練習相手の方が上手な場合はそれでリズム取ってもらう、球出しとかでもリズム取ってもらって、ちょっと球出してもらっていいですか。1、2のリズムでゆっくり1、2、相手が出すタイミングで1、2、わかりやすい。ここで1、2で、これをちょっとずつ速くしていくんですよ。1、2だったのがだんだん1、2、1、2ってなって、1、2は変わらないんですね。はい、じゃあちょっとゆっくりフォア打ちしてもらっていいですか。1、2、1、2、1、2、1、2、これさっきの球出しの時は速いですね。1、2、1、2、これを速くしていくと、確かに連動する。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2なるんで、引くで1、打つで2、で大体リズムの取り方としては相手が打つタイミングで、そう相手のタイミングで1、それ分かりやすいです。すごいリズム取りやすいんで、初心者のうちはこういうリズムの取り方で、やってもらったら、ゆっくりだったらゆっくりなりに1、2、そのリズムがやっぱ大事なんですよね。でこのリズムを取らないと結構なんていうんですかね、特に遅い球の時にもう2だけをやろうとするんですよみんな。2だけをみたいな。卓球球だっていろんなの来るからね。そうなのでリズムとしてはそういう風に取ってもらうと、この引く打つ引く打つができて、単純にそのリズムのサイクルを速くしていくだけ。これだんだん速く打てるようになってくる。そういう感じでいいかなと思います。はい。ありがとうございます。これさっきの球出しの時早いですね。これを早くしていくと、これでやるとすごいこういうぎこちない打ち方になりやすい。ここに見えます。そうやって打つようになりました。こうした方が高い打点でボールを打ちやすい。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。